脱炭素の取り組みを増えていますということで、実は3ぐらいの時間は現実的にですね、こういった取り組みを評価するということはしていない、信頼性も含めてですね、いろいろ考えることがさらなかったというふうに思いますが、大事なことは、やはり持続可能なも含めて、必要な中でしっかりと正確な評価をされるということだなというふうに思っております。そういう意味で、こういったいろいろな意味があるんですけど、メンタルというのを作っていくのかということを思いまして、皆様から、率直なですね、ご意見等をいただければ、幸いだと思います。これは私がそれに向けて、余力ながら対応していければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。黒線でありがとうございました。続いて、委員の皆様からも一言ご挨拶をお願いいたします。本日はオンラインでのご参加となります、公益財団法人地球環境産業技術研究機構システム研究グループ、秋元圭吾にお願いいたします。はい、地球環境産業技術研究機構ライトの秋元でございます。拝命いたしましたので、しっかり貢献したいと思います。よろしくお願いします。ただ、ちょっと、会場の音声が、オンライン上聞きにくいんで、少しちょっとご配慮いただければ幸いです。よろしくお願いします。ちょっと会場の音が聞きにくいという意見、ちょっと対応いたしますので、少しお待ちください。続きまして、一般社団法人日本 LCA 推進機構理事長、稲葉敦委員、お願いいたします。わかりました。稲葉と言います。よろしくお願いします。長年ですね、長らくISO関係の LCA の委員を務めてまして、そういう観点からですね、ご協力できればと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、本日は、途中までのご参加ということで、途中退席と聞いておりますけれども、公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会理事、原優子委員、お願いいたします。長い名前で大変申し訳ございません。略称は NACS と言いまして、日本アソシエーション・オブ・コンシューマー・スペシャリストというものの略称で呼んでおります。何をやってるかと申しますと、消費者市民社会の構築、そして持続可能な社会の実現ということを目指しまして、消費者啓発ですとか、行政企業団体さんと連携して、企業の消費者志向経営を推進するというような活動をさせていただいております。今回は文字通り課題テーマなんですけれども、消費者の目線で脱炭素に社会に向けて何ができるかという考えるということでできればお役に立ちたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きまして、本日はオンラインでのご参加となります、三菱 UFJ リサーチコンサルティングフェロー、吉高真理委員、お願いいたします。はい、吉高でございます。これまで、聞こえておりますか？はい、吉高でございます。どうぞよろしくお願いいたします。オンラインで失礼いたします。ありがとうございました。
続きまして、本日、オブザーバーとしてご参加をいただいている方につきまして、お名前をご紹介いたします。オンラインでの参加となりますけれども、JP 情報株式会社、木本取締役、それから、日本製鉄株式会社、堀口常務執行役員、グリーントランスフォーメーション推進本部長、継承略で、ご説明、させていただきます。第5特殊工法株式会社には執行役員、株式会社、神戸製鋼所宮岡取締役執行役員、JP スティール株式会社、手塚さんの代理で、本日は吉野常務執行役員、メタルワン株式会社中本グリーントランスフォーメーション戦略室長、住友商事株式会社松尾 GX グループ SPS 委員長です。一般社団法人日本鉄鋼連盟理事、それからオンラインでのご参加になりますけれども、一般社団法人日本建設業連合会、上田建設設計委員会構造設計部会長、オンラインでのご参加ですけれども、それから、一般社団法人自動車工業会、日本自動車工業会、加藤調達部会長です。一般社団法人不動産協会、山本環境委員会副委員長です。それから関係省庁からのご参加で、オンラインのご参加ですが、環境省から環境再生支援循環総務課近藤サイクル推進長、室長にご参加いただいております。それから、国土交通省住宅局、前田何か、それから本日は後半の議題で国際エネルギー機関 IEA から発表いただきます。発表いただくのはティファニー・バスさんです。パリからオンラインでご参加いただきます。それでは以降の研究会の進行は工藤座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは早速議事に入りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日の議題につきましては、議事題に記載された3件が予定されてございます。議題のはじめ、本研究会の設置にということで、内容につきまして、事務局の方からご説明よろしくお願いします。はい、それでは、資料3の1について、資料3の2の両方についてご説明いたします。資料3の1ですけれども、Gx推進のためのグリーン鉄研究会の設置についてということで、本研究会の設置の趣旨等になります。まず設置の趣旨ですけれども、鉄工業については、温暖化ガスの排出削減が難しい産業の一つとして知られておりまして、脱炭素社会の実現にあたりまして、GX の推進を通じた排出量の削減が必要となっております。こうした中で、国内外においてグリーンスティールというグリーン鉄を販売する動きが広がりつつありますけれども、こうしたグリーン鉄のにつきまして、需要家に対して分かりやすく、適切に情報発信を行うことが必要と考えております。本研究会では、現在広がりつつあるグリーン鉄の販売に関しまして、需要家への情報発信の在り方や市場拡大に向けた課題について検討して、今後のアクションを整理していきたい。これが研究会の趣旨でございます。検討体制につきましては、今のご紹介していただいた先生方と関係オブザーバーの皆様方が参加する研究会としております。研究会事務局は、経済産業省の製造産業局および GX グループにおいて担当いたします。会議の公開ですけれども、会議は原則として公開をいたしまして、議事録については、研究会事務局において作成し、参加者の確認を受けた上で公開いたします。
会議の資料についても、基本的には同様と考えております。それから、資料の3の2についてご説明いたします。研究会の検討事項についてです。研究会の検討事項ということで、案として4つほど書かせていただいております。1つ目は、鉄鋼業における Gx 推進の取り組み、あるいは温暖化さ排出するための取り組み、それから2つ目は、グリーンスティールの内容と Gx 推進との関係、それから、3つ目は、グリーンスティールにかかるニーズと需要喚起策、4つ目はグリーンスティール市場の発展や Gx 推進に向けて今後取り組んでいきたいということで、4点について議論を整理することとしては考えております。それから3ページ目につきましては、グリーンテック商品に関しましてですけれども、少しまとめております。日本だけでなく、外国のメーカーからもグリーンテック商品のブランドとこういうものが公表されております。大きく分けますと、製造プロセスの改善等による排出さらす原料を製品に割り当てる方式、それから脱炭素化技術等によって製造された製品の製造プロセスの排出量を表示する方式、それから電動で使用する電力にかかる排出量を電力少々等により下げる方式の3方式があると考えておりますけれども、こうしたグリーン鉄商品の意味合いや市場の発展の仕方の進め方ということについて議論できればというふうに考えております。説明の以上になります。はい、ご説明どうもありがとうございました。今、ただいまの授業より説明があった内容を踏まえまして、本研究の関係を進めているので、そして、検討事項につきまして、本日は自由にご質問、ご発言いただきたいというふうに考えております。初回ということもございます。本日ご参加いただくオブザーバーのことを含めまして、遠慮なくご発言をいただければというふうに思います。で、発言のある方はですね、対面の方につきましては、挙手もしくは名札を立てていただければと思いますし、オンラインでご参加の方はチャット欄にご発言を希望される旨をですね、ご記入いただいて、宣言をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。どなたからも受けることがございます。ご意見があれば、挙手もしくは名札を立てていただければ、バトンをつけると思いました。ございませんか。よろしくございますか。はい。大丈夫ですね。はい、わかりました。いずれにしましても、研究会、複数回、計画をされてございますので、一度、いろいろな議論の中でですね、その中からも意見を頂戴できればというふうに思いますので、どうぞご協力よろしくお願い申し上げます。そうしましたらば、次の議題に進めていければと思います。議題の2番目は、鉄鋼業を取り巻く状況と Gx 推進についてということでございます。この内容につきまして、よりご説明をよろしくお願いします。それでは資料4につきましてご説明いたします。鉄鋼業を取り巻く状況についてということで、研究会の背景資料をまとめております。まず、2ページ目以降につきましては、我が国の鉄鋼業についてということで、資料を作っております。3ページ目ですけれども、まず鉄という素材の特性についてです。鉄につきましては、自動車、それから船、インフラもありますけれども、鉄製品、あるいは鉄を使った、建物のインフラ、それから、その鉄を直接使用していない場合においても、工具や機械ということで、鉄を使っていることもあります。現在のあらゆる製品、インフラを製造あるいは建設していく上で、価格することのできない素材を考えております。それから、4ページ目ですけれども、この鉄の製造プロセスの概要についてです。鉄につきましては、大きく分けますと、鉄鉱石を放出して還元する鉱炉、それから、スクラップを原料にした電炉がございます。加えまして、真ん中に書いてあります。
けれども、現時点で日本であまり多くはありませんけれども、鉄鉱石を天然ガス、あるいは水素で還元して、そので制限するという直接還元法を持っています。こうした方式で鉄を取り出して使っていくことになります。それから、ベース名ですけれども、内で生産された鉄の需要スピードということですけれども、ほぼその鉄の塊から生産される鋼材のうち、普通鋼材が8割、それから特殊鋼、ニッケルだとかいろんな合金が加えられたもので、鉱物とかそういうものに使われていく鋼材ですけれども、そうしたものが2割ということになっております。国内で生産されるうち、出荷先は、国内が約7割、輸出が約3割となっております。下にグラフをつけております。国内のこの鋼材のうちの量としまして、自動車用が 23%、建設用が 20% というふうになっております。これに加えまして、輸出がございますので、自動車向けが非常に高いシェアになっておりまして、それから建設向けが高いシェアになっております。これらの用途に合わせまして、需要側のこのプレスのご要請といった具体的なニーズに合わせまして、いろんな製品を結構で生産しております。それから6ページ目ですけれども、鉄鋼の需要予測についてです。一般的には、その鉄鋼材料というのは、その社会発展に伴って、使われていて、それで社会の中に鉄鋼が出現しているとされております。これまでは GDP 増加と鉄鋼基礎には、正の相関関係が見られたと言われております。OECD 諸国においては、そうでありますけれど、鉄鋼蓄積量については、大体10トンぐらいで飽和に近づいているというふうに言われておりますけれども、一方で、途上国においては飽和していないということもありますし、人口も増加しておりますので、世界全体では、今後も鉄鋼蓄積量の増加が予想されると言われております。それから、7ページ目ですけれども、この鉄鋼蓄積量が増加していく局面におきましては、スクラップも発生いたしますけれども、スクラップを全力リサイクルしても、ニーズを全て満たすことはできないと考えられます。ということで、この足りない部分については、鉄鋼積を還元して、新たな鉄源を生み出す必要があるとされております。それから8ページですけれども、スクラップについても説明させていただければと思います。スクラップにつきましては、製造工程で発生する内部スクラップがありますし、それから工場などの火災などの加工スクラップ、それから回収工程で発生する老廃スクラップがございます。世界的に見たら、老廃スクラップの発生量というのは、鉄鋼蓄積量が増加する傾向があって、増加している傾向にはあります。一方で、このビルのパイプラインなどでの老廃スクラップは特にそうですけれども、不純物が混ざりやすいということがありまして、そこから自動車向けなどの高級化は作りにくいと。面がされております。ただ、一般的には、こういうスクラップ由来の鉄については、鉄鉱石などから還元するよりも、利用が少ないとされております。9ページ目ですけれども、不純物の影響についてです。こうしたものは、なかなかその精錬過程で除去することが困難だということでありまして、こういったものが、そのスクラップに含まれていると、純度の高い鉄を取り出しにくく、こういうものをしていく困難になると言われております。この電動材と航路材のシェアについてですけれども、下に一覧表を書いておりますけれども、一般にそのビルなどのそのバッグとかですね、紙とかに使われる片方比率が高い、片方については電の比率が高い。それから、方向、表には書いてありますけど、方向については、その電の比率が高いというふうに言われております。一方で、その、薄い板の
熱塩鉱板、冷塩鉱板については、合理率が高いとされております。10ページ目ですけれども、日本におけるスクラップの発生量についてです。スクラップの発生量は、日本の場合は、人口減少などもありますので、長期的には減少が見込まれるとされております。ただ、今後一定量は発生する見込みとなっております。日本で発生するスクラップを使って、今後、高級鋼を使用する取り組みも進められようとしております。その際、中心になっていくのは加工スクラップであるとか、ローライスクラップのうちの一部、そのジェルとハイムの方などでありまして、そういうスクラップを使って高級鋼を製造していく上では、そうしたスクラップの回収量を増やしているということも重要になってきます。以上が、工業のある意味概要ということになります。11ページ以降は、その CO2 の発生量などにフォーカスしてまとめております。まず12ページですけれども、鉄鋼業の CO2 排出の現状ですけれども、2022年のデータで言いますと、我が国の産業部門の CO2 の排出量のうち、鉄鋼業は 38% を占めます。国全体で言いますと 13% を占めるということで、CO2 排出量の削減は、なっております。13ページですけれども、この鉄鋼業の排出量について、電気熱配分前と配分後のグラフを書いております。よく言われるのは、あるいは先ほど私が研究したものも、電気熱配分後のものですけれども、配分前というのは、エネルギー転換部門というのが 41% を占めていまして、要は火力発電所とか、そういうところで発生する CO2 です。家庭用とか、あるいは漁業部門については電気をよく使いますので、それが割り振られて、この塩分や塩分の CO2 というふうに見なされるというのが、この電気熱配分後の CO2 を排出するんですけれども、鉄鋼業の所としましては、この電気熱配分前を見ても、かなり CO2 を発生させていると。国全体の 11% を発生させていて、電気を配分しますと 13% になるということでいます。なので、こので出てくる CO2 が多いという状況です。14ページですけれども、より下にあたりの CO2 ということにしてしまうと、この構造におきましては、1トン鉄を作るために2トンの CO2 が発生するとされております。燃料におきましては、これは電気の排出ケースにもよりますけれども、1トンあたり 0.5 トンの CO2 が発生するということにされております。ということで、日本全体で言いますと、総合生産量に占める電動の割合というのは、2、3割ということですけれども、CO2 排出量で言いますと、電動の割合は 1% 以下でして、ほとんどはこのが排出されるということになります。16ページですけれども、この状況は世界でも変わりませんで、鉄鋼産業から排出される CO2 のうち、9割は鋼のものから排出されることになっております。それで16ページですけれども、こうした状況におきまして、鉄鋼産業におきましても、CO2 の排出削減に取り組んでおりまして、日本鉄鋼連盟におきましては、2030年度のエネルギー権 CO2 排出量を2013年度で 30% 削減することを目標に掲げております。17ページですけれども、そうした鉄鋼産業における排出削減の努力に関しまして、政策的にどういう支援を行っているかということでありますが、17ページに書いておりますのは、GX 実現に向けた国の投資戦略の鉄鋼部分の抜粋でありまして、GX の方向性といただきましては、大型革新電動、直接還元等などによって、高価価値、高版、
製料の生産を拡大しているということ、それから、我が国でもグリーンスチールの市場応答力拡大を図っていくこと、それから、水素還元製品の研究開発実装を加速することが大きな方向性として掲げられております。そのための投資促進策といたしまして、大型革新電動や還元鉄策をする等に対しまして、プロセス転換投資支援を行ったり、GI グリーンイノベーション基金によりまして、R&D や社会実装活動を行うということが、示されております。加えて、GX からの見えるか、それから、導入補助時の GX から評価等の戦略設計を通じて、予想を行っているという政策的方針も示されているところです。18ページは今、具体的に政府で支援しているグリーンイノベーション基金による事業を書いております。水素還元生物や直接還元生物の技術開発を今、支援しております。それから、19ページですけれども、水素還元生物に関しての外国の状況ですが、メキシコのミャンマー、中国、インドでも、こうした技術の開発が行われています。まだ、技術開発途中ということで、中国での試験につきますけれども、小型の試験ボールで行っているという状況ではありますけれども、中国、インドでも取り組みが進んでいるということであります。それから20ページですが、直接還元技術についての状況です。ヨーロッパでは、天然ガスを使って、直接還元鉄をにソリュー電ロレル化というプロジェクトが、試験が中です。これは天然ガスを使ったプロジェクトですけれども、将来的には水素を使った技術も視野に入れて、こういう取り組みを進めているとされております。ただ、こうした還元技術につきましては、その還元技術的なレポートにの量が限られているというような指摘もあります。21ページは、欧州の鉄鋼メーカーの状況ですけれども、先ほど申し上げたような、還元生物のプロジェクトが、ございまして、この後2030年にかけて、プロジェクトが立ち上がっていくとされております。22ページにつきましては、グリーン鉄商品のそれを説明した、この最低となります。23ページですけれども、まとめとなります。最初に申し上げたとおり、鉄鋼材料というものにつきましては、現代社会において、いろんなところで使われております。また、世界全体では、今後も鉄が必要という石油も予想されます。こうした中で、今後も鉄鋼石油を還元するというには、世界のどこか必要ということではありますけれども、そういう還元の中で支出が発生しているということであります。少なくにつきましては、一般的には鉄鉱石から還元するよりも導入エネルギー量が少ないんですけれども、不純物が含まれていて、既存の言語では、自動車向けなどの高級鋼の製造が行っていると言われております。こうした中で、鉄鋼業は、先ほどもご説明したように、我が国の産業部門の CO2 排出のうち 38% を占める産業でございまして、鋼道から、その CO2 が発生しております。この鋼道による、今の技術では、必然的に発生する CO2 につきまして、GX 投資を行っていただくか、政策支援を行うということで、CO2 の削減に取り組んでいるというのが、この現状でございまして、2030年の総価格90% 削減、2050年のカーボンニュートラル実現という政府の目標になって、各方面でご準備いただいているというのが現状になります。以上、の説明になります。はい、ご説明どうもありがとうございました。そうしましたら、皆様方からご質問なりご発言をいただければと思います。
基本的に原鉄工業の現状、基本的なビジネスとしてどういうことになっているのか、生産工程ということですね。でそれに加えて CO2 対策というものの考え方、そして今後どういうのが必要であるかといったようなことについて整理されましたが、今後のいろいろ議論するにあたって、現状把握ということが非常に大事な教育が大事かなというふうに思いますので、ご説明のあった内容につきまして、いろいろな意味でご質問をいただければいいんじゃないかなというふうに思います。先ほど同様、もしご質問があればですね、対面でご参加の方は、教師もしくは何度か立っていただき、ウェブが等で入っている方々は、チャット欄にコメント等のことを記載していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。どなたからございます。いかがでしょうか。私からじゃあ、その的なことをちょっとお伺いしたいんですけど、長い間といいますか、石油銀行、鉄工業をはじめとする日本の素材系産業というのは、かなり省エネをはじめとして非常に努力をして成果を上げてきたという認識がございます。で、その後、90年代以降については、なかなかその当時に比べればですね、のりしろ、省エネとのりしろが減ってきているという中で、この脱炭素がなっているということですね。で、そういった中で今回、海外の取り組み等のご紹介ありましたけれども、そういった日本の鉄工業として先行していろいろ取り組んで、今に至っているという流れ、そしてここに Gx の政府支援も含めた技術だということなんですけど、海外っていうのはですね、ある意味同じような、歩みをたどってきているのか、になったというようなことを含めた、個別の技術開発の取り組みをご紹介なんですけれども、海外の鉄工業の取り組みというのはどのようにご覧になっているのか、解説的ですけど、それを教えていただければと思います。ありがとうございます。日本におきましても、結構産業におきまして、省エネの努力が続いているというのは、工藤先生ご指摘の通りでございまして、例えば日本の高炉で言いますと、規模が容量が4000立米とかですね、大きな高炉が多くなっております。中国とかですね、他の国はあまり指摘するのもあれですけれども、小さな高炉よりはそういった意味では効率的な運用ができてきていると思いますし、CO2 も少ないと思います。それから下工程などでもいろんなエネルギーを削るところは削っていくという省エネの努力はできてきているだろうというふうに思います。ただそういって、CO2 を少しずつ原始的に削減してきたというのが今までの日本鉄工業の歩みだとは思いますけれども、カーボンニュートラルというそういう目標の上では、基本的な CO2 の削減が求められているということになると考えております。でそれから、諸外国を見ますと、ものづくりの性質みたいなものとも関係はするとは思うんですけれども、場所によっては高炉が少なくなって、電力による鉄の供給が多くなっているような地域もあると思います。それはその国の製造業のあり方にも関係はするところだとは思いますけれども、そういうことで結果的に電力が多くなってきているようなところもあるとは思いますけれども、日本の場合は製造業が盛んなところがあり、そこに高炉が現在もたくさん、比較的たくさんありまして、その高炉のオペレーションはこれまでの法律を進めてきたところですけれども、カーボンニュートラル社会という大きな目標があるので、さらに GX が求められているという、そういう状況だと認識しております。はい、どうもありがとうございました。何か他にご質問ございますか。よろしいですか。はい。質問というわけではないんですが、感想を述べていただきます。脱炭素に向けて、グリーン鉄っていう言
葉そのものがグリーンスチールですね。大変その需要喚起や普及のために一般の方に聞き慣れない言葉だと思っています。そしてこの名称で一括りにするっていうのは大変難しくて、手法も拝見しますと、それぞれ、中身がよくわからないというのが正直なところでございます。そのためには多分、規格化か標準規格化っていうことも問題になっているのではないかというふうに思っております。何をもってグリーンスチールというかっていうようなことですね。そういったことが課題かと思います。特に需要家や消費者に向けてですね、アピールしなければと思ったのが、資料4の16ページにお示しいただいたような、エコプロセスというような、そういったところを知ってもらうということは重要ではないというふうに思います。さらに、30% 削減の効果、その効果の検証ということもですね、温暖化対策の中でどれほどのものかというようなところを詳しく知りたいなというふうに思いました。というところですが、以上で。はい、どうもありがとうございます。最初の部分については、おそらくやはり需要家目線から考えたときに、社会的な理解をどうやって進めるかということも含めて、定義的なことをしっかりクリアにする必要があるというようなご意見だったかなと思いまして、それは今の発表以前の検討事項の中で、こういったそういった環境合意をしているものの市場をどういう形で発展させていくのか、その課題になるあたりを考えるということとも密接に結びついているかなというふうに伺って感じました。何か実況がございますか。工藤先生からコメントいただいたことでもあまり追加することございませんけど、まさに研究会のテーマでもありますので、そのグリーン鉄の内容について、どうやったら分かりやすく伝わるかと、あるいはそれどういうものなのかということを、準備としても分かりやすい資料を作っていきたいというふうに思っております。また、CO2削減のこれまでの努力につきましては、私も申し上げましたけど、鉄鋼メーカーの方々もいらっしゃいますので、次回にご紹介いただくという機会も設けていきたいと思っております。はい、どうもありがとうございます。大学の方々の中で、この方々で、技術的にもそうするようなことがもしあれば、ぜひ、積極的に、インプットしていただけるとありがたいなと、今の話をちょっと伺っている感じしました。秋元委員、よろしくお願いします。秋元さん、聞こえます？秋元さん、聞こえますか？秋元さん、聞こえますでしょうか？準備の方から僕らと届けもらっております。じゃあ、いきます。秋元さん、出るまでの間に私が言いますね。今日の資料ですね、23枚の3等目と、それから21枚の参考というところですね。ですか。まとめのところを見ますとね、鉄鋼業で CO2 の排出を少なくしていきましょうということしか書いてないんですよ。で、それは技術的にどうやればいいんですかっていうのが、例えば欧州の韓国メーカーでは21枚目がありますし、その他、18枚目のこういう技術がありますよっていうのがあるんですけどね。それはわかるんですよ。で、そういう話とね、それからグリーン鉄をどういうようにお客に広めていくんですかねって話は本質的に違う話だと思うんですよね。
それをこの研究会の中でどのように議論していくのかなっていうのは、私の頭の中で整理できていません。やっぱりグリーン鉄をどういうふうに訴えるかっていうのはコミュニケーションの問題ですので、技術的なこととはね、製鉄の技術的なこととは全く違う話だというふうに私は理解してるんですけれども、そこの扱い方についてこの研究会でどういうふうにね、議論するのかなっていうのは、ちょっと2回目、3回目ではっきりしてくるべきかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。有料でございました。ご指摘のところは、まさにこの研究会のテーマのところだと思いますので、2回目、3回目で議論していければというふうに思っております。第2回目でこういうふうに自分からこの GX や温暖化、ガスの排出削減の取り組みについてご紹介しましたが、これが政策あるいは社会的にカーボンニュートラルの実現に対して大事な課題だと認識しておりますし、これに対して何らかその投資とかですね、あるいはそのお金の循環という意味で、このグリーンスチールというものが役に立てればというふうには思っているんですけれども、そういったところも含めて、どういったことをすればいいのかとか、どういったコミュニケーションをしていくのが求められるのかというところについては、いかが3回目でもよく議論していきたいと思います。はい、ありがとうございます。先ほどの払いのコメントと割と似てるのかなと思ったんですけど、おそらくはそれが今後取り組むべき点という形の中で、より詳細にクローズアップするっていう流れになるのかなと思ってます。ただ、実際の鉄のプロセス内なり、技術的な課題がどうなっているのか、これはある意味、ファンダメンタルな問題なので、今回そのあたりを整理して共有させていただいたものだというふうに理解をしていますし、いずれにせよ、本義的にはやはり消費者に向けて、そういったようなものを訴求していくというようなバックグラウンドの中でですね、どういう送金の仕方があるのか、伝え方があるとか、そのためには何が必要なのか、多分そのような形で議論は展開していくものと私自身に認識はしてございます。先生。どういうところがね、消費者に向けてって言いますけどね、顧客に対して、消費者に対してどういうふうに言うかという、訴求するかという側面一つがあるのは事実なんですが、国境断交税とかね、そういうことまで考えますとね、日本の政府として今後どういう排出量といいますかね、鉄を使った製品の CO2 排出量をどのように世界に訴えるのかという政策論の話がね、あると思うんですよ。だから単にその消費者にどう訴えるかという側面ではなくてですね、政策としてどうするかというところがあると思いますのでね、そこもやっぱりかけて考えるべきじゃないかなというふうに私は思いますね。私がコメントしている感じなんですけど、その辺が多分 GX 推進っていったところに絡んできてるんじゃないかなと思ってですね、GX 推進の中で例えばカーボンプライシングの話をしているのも、本質的には国内での投資促進という観点もありますが、一方で、海外との取り組みの中で日本としてどういうことをやらなきゃいけないかとか、当然のことながら日本の製品の海外での展開ということを、この GX の中に踏み込まれていますので、ということは、今先生ご指摘になった通り、海外でこういうのが認められるんですかっていうようなことにも当然つながってくる話。これが多分 GX 推進という枕に全部含まれているんじゃないかなというふうに私は理解しているんですけども、いずれにせよそういったようなご意見を皆様からどんどんいただいた上でですね、複数回の会議の中でそういった論点というのをしっかりとして整理をしていくということが大事なんじゃないかなというふうに思います。今の中でなんとなくゴリにしてたよっていうのはその通りかもしれません。ありがとうございます。よろしいですか。秋元さん、つながりました。はい、聞こえてます。じゃあ、ご質問、コメントよろしくお願いします。聞こえてますか？秋元ですけど。はい、聞こえてます。大丈夫ですか？はい、それでは、意見させていただきます。ご説明ありがとうございます。今回、
鉄鋼業を取り巻く現状ということをですね、包括的に説明していただいたんだと思いますので、そういう意味で、ベースを合わせるという面で大変重要なプレゼンいただいたと思います。その上で私の少し受け止めをですね、申し上げたいと思います。で、一つは、資料でもご説明ありましたように、世界の鉄の需要は確実にこれからも増大するということだと思っています。それで、ちょっと資料では、ちょっと控えめにですね、以前は鉄は産業の米というような最初の方に書かれてましたけども、私は今も鉄は産業の米だと思いますし、今も鉄は国家なりというふうに思っていて、やはり非常にこの鉄鋼っていうのは産業の基盤であって、GX の文脈でもですね、エネルギー安全保障、そして全体の経済安全保障の点でも、しっかり日本においてですね、この産業が、しっかり、これからもですね、位置づけられるべきだというふうに思っています。その上で、脱炭素の要請が非常に強くある中で、これをどうやって対応していくのかという大きな課題を突きつけられているんだと思っています。で、その上で、グリーン鉄の議論になる前にですね、今回の資料でもしっかり書かれていたと思いますけども、鉄のスクラップがあって、電炉で使っていくということがありますが、よくこれ、議論が間違う点があってですね、電炉に変えればですね、エネルギー減単位が下がってですね、CO2 減単位が良くなって CO2 排出量が減るんじゃないかという話があるわけでございますが、鉄のスクラップにはアベイラビリティ、利用制約が非常に強くあるわけで、長期的にはスクラップが出てくるということだと思いますけれども、そう簡単にですね、少なくともその次のページでしたかね、前かな。鉄の、こちらですね、7ページ目ですね。これ一つの試算でございますが、世界の粗鋼生産量は伸びると。他方で、鉄スクラップも伸びてくるけども、十分ではないので、一次生産が引き続き少なくとも2050年までは、横ばいか、微増ぐらいは、我々の試算でもですね、むしろこれよりも大きいぐらいの微増ぐらいは最低必要だというふうに見てるわけでございます。そうすると、一次生産のこの高度転導法をどうやって脱炭素化していくかということが、全体のカーボンニュートラルのためには非常に重要でございまして、そういう面で、そこを手をつけずにですね、単なる高度転導、転導鋼なのか、電導鋼なのかというグリーンスチールの、その競争にしてもですね、全く意味がないということだと思いますので、そういう理解を持った上で、どう対応すべきなのかということを考えていく必要があると思っています。で、さらに、当然ながら高度転導の脱炭素化っていうのは非常にコストがかかる話で、電動の方は発電の方の CO2 減単位を下げればいいわけですけども、ほぼ、鉄としての努力はあまり必要ない中で実現できるということで、大きな違いがある中で、どう対応するのかということだと思います。もちろん、電炉と高炉の競争ということが重要で、完全にですね、競争的な部分に関しては、もし本当に鉄のアベイラビリティがあって、また、製品としてもですね、競合的なところがあれば、もちろん電炉を進めるっていうのは CO2 削減にとっては重要なわけですけれども、ただ、先ほどから言うように、鉄のアベイラビリティに制約があって、他方でですね、高度転導の方は対応コストがかかっていくということだと思います。で、その上で、いろいろ今の日本の状況を考えてもですね、再エネのフィットの部分に関しては、フィットの部分で安いですね、フィットの電気をですね、使えるというところがあり、それでグリーン鉄ということも訴求はできるわけですけども、追加的ではないというのと、他方でそれはもともとフィット賦課金という国民の広い負担の中で、価値を取ったものをですね、安く使えるような状況になっていて、要は、鉄の中でも歪みを生じているということだと理解しています。よって、このやっぱり研究会として考えないといけないのは、そういった政策的な歪みをなくし
しながらですね、適切な形で全体のカーボンニュートラルにどう資するような政策を打っていけるのか、そしてそれがまた国際的に展開する上でも、日本がしっかりですね、優位に立ち、カーボンニュートラルをしっかり対応していけるような制度作りをどうしていくのかと。それは、GX の方では、とか GI 機器の方では補助は出してるわけですけれども、制度的にどういう形で対応していくのかということは大変重要で、最近電力とか、昨日も別の委員会で電力とかですね、熱とかガスのですね、カーボンニュートラルへの訴求というところをどうしていくのかということは議論がありましたけれども、同じように鉄もですね、どういったネーミングにしてですね、どういった訴求の仕方をするのがですね、正しい方向でカーボンニュートラルに進めるのかということを、ぜひこの中でですね、議論して、いい制度作りにつながればいいかなというふうに思います。ちょっとすいません、長くなって申し訳ございません。以上です。はい、ありがとうございます。いろんな意味で鉄のことにフォーカスをしている中には、それ以外の他の生活いろいろな人が関係している可能性があるよということが、ご指摘いただいたんじゃないかと思いますし、その辺も含めてですね、今後の訂正をしっかりやっていただければなというふうに思います。他はどうぞ、もうよろしいですか。そうすると、大体ちょうど予定してた時間にもなりますので、本議題についてはこれにて、終了とさせていただきまして、引き続きですね、IA の方の、プレゼントするディスカッションをどういうふうに考えたいというふうに思っております。それに加えて、じゃあ、どこからよろしくお願いします。はい、今回は、国際エネルギー機関、IEA のティファニー・バッカーにお願いしまして、IEA の2050年ネットゼロシナリオにおける鉄鋼セクターの排出量削減のシナリオや、IEA が考える鉄鋼セクターの排出量削減に向けた戦略、現在 IEA が本分野に取り組んでいるデータ収集の取り組みなどをご説明いただきます。筑後通訳方式にて日本語翻訳を提供するため、ティファニー・バスターには少しずつ内容を区切ってご説明いただきます。また、説明終了後、質疑応答の時間を設けていただくようお願いしております。はい、それでは、つながっているというかよろしいですか。それでは、本日はありがとうございます。ティファニーさん、どうぞ、プレゼンよろしくお願いいたします。So, can I hear me? Yes, hello? Oh, thank you. Thank you very much today. So, could you please start your presentation now? Great. Thanks very much, and good afternoon, everyone. I'm Tiffany Voss with the industry team at the International Energy Agency, and I would like to thank Mehdi for the invitation to share today on the IEA's analysis. 皆さん、こんにちは。本日はお招きいただきましてありがとうございます。IEA のインダストリーチームで仕事をしております、ティファニー・バスと言います。本日は IEA におけます、私たちの取り組みについてご紹介したいと思います。And so the IEA's mission is to advance the global dialogue towards secure and sustainable energy for all. And for us, Japan is a very key partner to these discussions. And so today in my presentation, I will provide an overview of the global steel sector transition to net zero, as well as policy mechanisms to support it. IEA といたしましてはミッションがありまして、それはすべての人に対して安全かつ持続可能なエネルギーを提供していくためのグローバルな対話を進めていくというミッションがあります。そういった取り組みの中で日本が我々にとっては主要なパートナー国であります。本日のプレゼンテーションにおきましては、私たちがこの世界における鉄鋼産業をネットゼロに近づけていくための取り組み、そしてそれを支えていくための政策的なメカニズムの概要について説明していきたいと思います。
And so the framing for our analysis on the steel sector transition is the IEA's global net zero emissions by 2050 scenario. It's a very ambitious pathway that could keep alive the global goal of keeping warming below 1.5 degrees Celsius. And our scenario takes into account the different countries will need to chart their own routes depending on their own circumstances and capacities, and that global cooperation will help us to accelerate progress. 私たちがこの持続可能な形で移行していく鉄鋼産業の分析をする場合に考えているのが、この IEA におけます2050年ネットゼロのシナリオにおけます。で、このシナリオというのは非常に野心的なものでありまして、グローバルな目標であるところの温度上昇 1.5 度以下にすると、その地球温暖化の目標をきちんと取り組んでいくというシナリオであります。で、このシナリオにおいては、さまざまな国がそれぞれの状況、それぞれの能力に応じて、それぞれのアプローチでこの取り組みを進めていく。で、その中で国際協力というものが実施されるのであるならば、その取り組みをさらに加速化することができるというシナリオです。And so for the net zero scenario, it's critical that all sectors do their part. And so it means that no sector can escape the need to drastically and quickly reduce emissions. And the industry sector emissions need to be addressed because currently direct emissions account for 9 gigatons, or a quarter of total energy sector emissions, and they need to decline by over 90% globally by 2050. で、このネットゼロシナリオにおきまして、非常に重要になってくるのが、すべてのセクターがそれぞれの役割を果たさなければならないということです。言い換えるならば、非常にこの排出量を大幅に削減していく取り組みの中で、どのセクターもその責任から逃れることはできないということです。この産業界というのは、この排出量削減にどうしても取り組む必要があると。なぜならば、9ギガトンの排出量、それが全体の約4分の1を占めている。そして2050年までに 90% の削減をしなければならないからです。The net zero pathway for industry is not easy. So there's 3 heavy industry sectors, steel being one of them, but also cement and chemicals that make up 70% of the emissions from the industry sector. And these are often called hard to abate emissions. で、このネットゼロのパスウェイですけれども、これは産業界にとって簡単な道筋ではありません。特に3つの重工業のセクターが非常に重要になってきます。そのうちの1つがもちろん鉄工業ですけれども、それに加えてセメントやケミカル、化学もあります。で、この3つの産業でもって産業界の CO2 の排出量の 70% を占めております。いわゆるこれがハードトゥアベイトな削減困難な産業ということになります。And the heavy industries use a large amount of fossil fuels to generate high temperature heat and also as reduction agents. And one of the challenges is that the fossil fuels provide energy services very conveniently and cheaply. And so to directly substitute fossil fuels in heavy industry with, for example, electricity at scale is not yet possible, or it would be very expensive in most instances today. で、この重工業っていうのは、高温の熱を作るために、で、またその還元剤などを使うために、化石燃料を大量に使っています。で、化石燃料というのはエネルギーとして非常に便利であるし、また安いエネルギーではあるんですけれども、重工業において、それを電気などで代替することは今まだ不可能です。というのは、電気で代替することはまだできない。そして、それはもちろん値段が高いからということがあります。And so this means that there is a major innovation challenge for heavy industries because the technologies that could decarbonize the sectors are at an earlier stage of development or technology readiness compared to other sectors like power or transport.
And so here we see that about half of emission reductions in heavy industry come from technologies that are still being demonstrated or piloted, which compares to 35% for the energy system as a whole. 言い換えるならば、15秒にとりましては、このイノベーションというのが非常に重要になってくる、それが大きな挑戦、課題になるというふうに思います。で、というのは、この15秒で使うことができる脱炭素化の技術というのは、他のセクター、例えば電力とか運輸のセクターに比べると、脱炭素化技術というのがまだまだ初期の段階であるわけで、この大幅に排出量を削減していくための15秒で使うことができる技術の約半分がまだ実証中であったり、パイロット段階であるということです。それに比べると、エネルギーシステム全体では、そのような初期の段階にある脱炭素化技術は 35% です。And so a huge innovation effort is needed really in the next few years to get these technologies to first demonstration and then deployment. And the net zero scenario requires that this happens actually before 2030 so that they can be rolled out at scale from 2030 onwards. で、こういう意味で、この業界においては大きなイノベーションが今後必要になってきます。今後数年にわたって技術の実証を行い、それを利用、展開していく必要があるわけですが、ネットゼロのシナリオにおいては、それを2030年までにやるというシナリオになっており、2030年以降は、そういった技術をより大規模に、大々的に導入する段階に入ってきます。And we would note that there has been good progress in recent years on innovation, particularly because of help from government programs. So this includes the Japanese innovation funding, also the innovation fund in the EU, in the US, funding from Department of Energy. And these are helping a lot, but globally, there still needs to be more done, particularly because industry assets are long-lived and capital intensive. So really 2050 is only one investment cycle away. So it would be very important for the net zero transition to accelerate innovation. でしかし、このイノベーションの分野においては、いろいろな進捗が見て取られます。特にそれは政府からの支援が効果を出しております。その中にはもちろん日本におけます、そのファンドもありますし、また EU においても資金提供されている、アメリカもエネルギー省の方から資金援助がなされているので、こういった資金援助というのは非常に大きな助けにはなっておりますけれども、世界ではまだまだもっと努力が必要になってきます。というのは、この産業におけるこのアセット、資産が非常に長期的に使われるものであるし、かつ資本集約的であるということ、そして、次の2050年というのが投資サイクル、一つ、先の投資サイクルということになると思いますけれども、それに向けて、さらにイノベーションを加速化していく必要があります。And so now if we look at the steel sector transition, we see that there's a variety of different strategies needed. And so on the screen, we see global steel production in our net zero by 2050 scenario. And you can see that it's relatively flat today. And this is because material efficiency is pushed very strongly so that we can reduce yield losses and better lightweight aspects that use steel. So this helps to reduce the growth in steel demand in our scenario. こちらの表を見ていただきますと、これが鉄鋼業界の移行の予測図であります。これを達成していくために、さまざまな戦略が必要になってきます。この IA のネットゼロ2050のシナリオにおきましては、世界における鉄鋼生産の量の推移の予測が出ておりますけれども、比較的フラットに推移するというのが分かります。それはなぜかというと、今後、その材料の
とか、効率化というのが非常に強くプッシュされているということで、その結果、イールドロスも減り、例えば軽量化が進む、新しい鋼材が利用されるようになるということで、この鉄鋼需要というものがかなり抑えられることになるんじゃないかと思われるからです。And second, we can see that there's a strong increase in the use of scrap. So we see there's an increase from today, scrap accounting for about 1/3 of metallic inputs to accounting for a little less than half in 2050. And this occurs as increasing amounts of scrap reach the end of life. But it's important to note that scrap isn't sufficient to meet all of steel demand, so we will still need primary or iron-based steel production. でこちらの図を見ていますと、かなりスクラップがかなり今後は増えてくるということがわかるかと思います。現在、スクラップが大体インプットとして、材料として3分の1ぐらい使われているのが、2050年ぐらいになると、ほぼほぼ半分、2分の1をちょっと切るところあたりまで伸びてきます。こういうことで、エンドライフになった製品のスクラップが量としては今後上昇しますけれども、それでも需要を満たすだけの量としては不十分であるので、引き続きその鉄鉱石を原材料として使う状況が続きます。And because we will still need iron-based production, it is very important that we have innovation to achieve close to no emissions in iron-based production. So we refer to this at the IEA as near zero emissions. And so by 2030, we have already just under 10% of global primary production is near zero emission, and by 2050, it's 95%. で、まず引き続き、その鉄を生産ベースとして使うことが必要になってくるということは、非常にイノベーションが今後必要になってきます。つまり、ゼロにほとんど近い排出量にしていく。これを IEA ではニアゼロエミッションというふうに呼んでいるんですけれども、それを達成するための努力が必要になってきます。で、2030年の時点で、このニアゼロというのは、世界の一次生産の約 10% を占める。それが2050年にはだいたい 95% を占めることになります。And so there's a variety of different technologies that can decarbonize primary production. The largest contribution in our scenario is from electrolytic hydrogen-based production. And we see today that Sweden is one of the leaders in demonstrating this technology. But we also see a very large role for carbon capture and storage. And this is on blast furnaces, where we see Japan is a leader in piloting this, but also on natural gas-based production and smelting reduction. And finally, we also see iron ore-based electrolysis accounting for a smaller amount. There's currently some projects in the United States that are looking at this, but they are slightly farther behind in their technology readiness level. いろいろな技術が使われて、この一次生産における脱炭素化を進めていくことになりますが、その中で最も大きな貢献をするであろうというのが、水素を活用した製鉄、電気分解水素ベースのテクノロジーということになります。この技術のリーダーとなっている国がスウェーデンということであり、そしてもう一つは CCS、炭素回収貯蔵を使うということで、これは高炉で使われますけれども、この分野は日本がリードをしており、今、パイロット段階にあるというふうに思われます。また、別の生産方法では、その天然ガスを利用する、それで精錬をするということですけれども、まだその鉄鉱石を使った部分も残りますが、そういう分野でアメリカも開発をしているけれども、それはテクノロジーレディネスということで、使う準備が整っているかどうかという尺度から見た場合には、まだ遅れをとっています。Next slide, please. And so we can see that for the transition, there's different paces
And when we look at the G7, we see that it accounts for a large portion of global steel production, about 17%. And so it makes an important contribution to decarbonization of the sector. And we see that the world really looks to G7 members like Japan for leadership on the transition. で、この移行を進めるにあたって、それぞれの国によって、ペースが違います。G7 は非常に進捗が早いんですけれども、世界の生産の中でも大きな部分を占めております。17% を生産していて、そういう意味ではこのセクターの脱炭素化に大きな貢献をするというふうに思われるし、また G7 におきましては、今後日本にぜひリーダーシップを発揮していただきたく期待をしているところです。And so in the net zero scenario, the G7 moves faster than the rest of the world. For example, by 2030, industry emissions are reduced by 30%, whereas for the rest of the world, it's only 20%. And this is a challenge to be a first mover, but it's also an opportunity because then these countries can establish early lead markets and also develop technologies that could be later exported to the rest of the world. で、このネットゼロのシナリオにおきましては、G7 は他の国々、レストオブザワールドに比べると、より早く前に進んでいます。2030年の段階で、産業セクターの排出量の削減が 30% 削減される。一方、レストオブザワールドの方は 20% の削減ということで遅れております。でも、このファーストムーバーであるということは、チャレンジもあります。しかし、同時にオポチュニティもあって、その新しい市場を開拓することができる、作ることができる。そしてこういった技術を他の国々に輸出できるというチャンスも後々やってきます。Next slide, please. And so at the IEA, we're tracking closely project announcements for steel. And we compare how these measure up to the net zero 2030 milestones. And we realize these milestones are very ambitious, but it's also very important that we meet them because this enables technology learning to enable the rest of the transition. IEA の上ではいろいろプロジェクトが世界各地で発表されますけれども、結構について、それをきちんと追跡、トラッキングをしております。で、ネットゼロの2030年のマイルストーンということで、各国非常に野心的な目標を掲げてはおりますけれども、まだまだその発表されているプロジェクトでは不十分なところがあり、このネットゼロを達成していくために技術がもっと開発されていかなければなりません。And so we see that for projects where it's very clear that they will be near zero emission or use full renewable hydrogen or low emission hydrogen, these account for about 10% of the projects needed for our net zero by 2030 targets. But if we look also at projects that are less clear on if they will fully use hydrogen, then this accounts already for 90% of the 2030 milestone. But we still need more project announcements, including from hydrogen and also carbon capture, and more clarity about these announcements so we can reach this 2030 milestone. で、プロジェクトでかなりクリアになっているプロジェクトがあります。ネットゼロのエミッションが達成できることがかなり明らかなもの。例えば、完全に再生可能エネルギー水素を使ったり、低排出水素を使ったりとするようなプロジェクト。でもこれらは必要とされているプロジェクトのうちの1割しか占めておりません。で、ネットゼロの目標に向かっていくには、まだまだそれでは足りません。そしてプロジェクトが発表されているけれども、まだ明確になっていないプロジェクトというのがあって、例えば水素を完全に 100% を使うと言っているプロジェクトもありますが、そういうものが導入されるならば、この2030年目標の9割まで達成することができますが、まだこれは明確さに欠いているプロジェクトが多くあります。で、また
た今後はそれに加えて水素とか炭素回収、炭素固定などの技術をもっと導入していき、かつ、クリアな形で、はっきりとしたプロジェクトを発表していかないと、2030年ネットゼロ目標には届きません。Next slide, please. 次のスライド。And so it'll be important for governments to have strong policy frameworks to help support an accelerated transition. We see many countries are already implementing policies and good progress has been made, but we still need more to move at the speed and scale that's needed for the net zero transition. で、やはり重要なのは政府が今後とも必要な強い政策的なフレームワークを出すことによって、この移行を加速化していく支援をしなければなれない。それが重要だというふうに思います。そういう意味では、多くの国がすでに政策を投入しており、そこにはいい進捗も見られるんですけれども、もっとそのスピードという意味と規模ということにおいて、もっともっと必要です。And so there's many different aspects of policy frameworks that are needed. And one is overarching policies for CO2 decarbonization and also providing finance. But we also need targeted policies to address particular challenges such as research and development, and also market creation for cleaner technologies. で、このポリシーフレームワークということでは、いろんな側面が見ていかなければならない必要になってきます。例えば、脱炭素をしていくための全体的な包括的なフレームワークがまず必要であるということ。そして、包括的なものだけではなくて、R&D とかに的を絞ったもっと具体的な政策も必要になってきます。そうすることによって、それも必要であるし、またクリーンテクノロジーに関する市場の創出も必要になってきます。In addition, there's some enabling conditions that need to be met for the transition, and this includes international cooperation so that everyone can move more quickly together, also ensuring that there's sufficient infrastructure in place to support these technologies, so CO2 transport and storage networks and hydrogen provision. And finally, there's need for good data and standards for tracking progress. で、それに加えて、こういったことを実現可能としていくための条件作りというものも必要になってきます。その一つが、国際協力ということで、それを通じて、皆が一緒に、より早く移行することができるようにする必要がある。で、もう一つは、技術を支えるためのインフラの整備が必要になってきます。例えば CO2 の、輸送とか貯蔵とか、また水素を支えるインフラも必要になってきますし、もう一つはその進捗を管理していくためにデータ管理をしたり、そのデータの質を向上するということも重要になってきます。And next slide, please. And so at the IEA, we are increasingly working with governments on policy implementation to advance the industry transition. And we have found that standards are one of the key areas because they underlie multiple mechanisms to help accelerate the transition, but also they're an area where international collaboration is really key and important because of the global nature of steel markets. And it's also an area where the private sector is asking for clarity and is again looking to governments for leadership. で、IEA においては、ますますこの政策の実施をするということで、政府と協力をもっともっと進めております。そうすることによって、移行をさらに進展させたいというふうに思っております。そういう中で、特に鍵となる重要なのがスタンダード、基準作りだというふうに思っていて、というのは、そのような基準というのは、ネットゼロへの移行を加速化する複数のプロ
メカニズムのもう基礎になる、根底になるからです。で、もう一つは国際協力なんですけれども、これも非常に重要で、なぜならば、この鉄鋼市場というのがそもそも性格として国際的な市場であるということ。で、国際協力が必要であると。で、もう一つは民間セクターがそのもっと明確さを政府に対して求めているし、政府に対してもっとリーダーシップを取ってほしいと民間が求めています。And so our work in this area has been with the G7 industrial decarbonization agenda starting in 2022 under the German presidency. We developed the policy toolbox that was on the previous slide and also a proposal for near zero and low emission steel and cement definitions. And then in 2023, working with the Japanese presidency, we did analysis of emission measurement methodologies for the iron and steel sector. で、この VNI で私たちはこの G7 と、その協力をさらに進めております。G7 における、産業脱炭素アジェンダに基づいて、まず2020年22年ドイツ議長国の下で、先ほどのスライドにお見せした政策手段のツールボックスというものを特定していきましたし、これはセメントおよび鉄鋼業に関するネットゼロ、ローアエミッションに関するものです。そしてその後2023年、日本 G7 議長国の下で排出量測定方法と排出量データ収集フレームワークなどを作ろうとしています。Next slide, please. And so finally, to look at the work we did under the leadership of Japan and METI in the 2023 G7, and a big thank you to METI for that. We reviewed emission measurement methodologies and data collection systems and made recommendations on how to improve and accelerate these for the net zero transition. And for that, we developed a series of net zero measurement principles, which were intended to help make emission measurement methodologies more interoperable and fit for purpose for the net zero steel industry. で、2023年 G7 が日本が議長国でしたが、その時に日本、そして経産省と取り組みを進めてきた作業があります。そしてそういう意味では、経産省に対してこの場を借りて御礼申し上げたいと思います。ネットゼロの鉄鋼業を進めるための排出量の測定とデータ収集ということで、私たちは提言をさせてもらいました。それでネットゼロへの移行を加速化する、その取り組みを改善していくという、協力をしてきました。で、その中でネットゼロ測定の原則も、発表、提案しておりまして、これによって、明確でより相互に運用可能な測定をするということを謳っています。And so the principles are on the screen, and in the interest of time, I won't go through one by one, but happy to answer questions after if there are any. And to conclude, we think that there's more work needed to accelerate processes with ISO, and it's also work that we're continuing to work on at IEA through our Working Party on Industrial Decarbonization, for which Japan is one of the vice chairs, and also through the Climate Club. And additionally, there's a group of 50 organizations who have signed up to the Steel Standards Principles, which reference these principles from the Japanese G7 presidency. So there's lots of continued work and a lot of support. And so with that, I would close and thank you, and I'd be happy to answer any questions. で、このスクリーン上にそのネットゼロ測定原則というのが書かれておりますけれども、時間が限られておりますので、これを一つ一つ読み上げることはいたしませんが、もし質問があるようでしたら、これについてもお答えをしたいというふうに思います。で、最後にまとめて言いますと、今後はやはりこの取り組みを加速化していくための努力がもっともっと必要であります。で、協力をしていきたい、例えば ISO と ISO とも協力をしていきたいと思いますし、IAEA
の脱炭素化作業グループと、今、日本がその副議長の1カ国になっておりますけれども、そちらとも協力を今後とも進めていきたいということ、そしてクライメットクラブとの協力や、また50ぐらいの組織が入っているスティール・スタンダード・プリンシプルズ、これは G7 日本議長国の時の作業を参考にして進めておりますが、そういう意味でその日本の G7 の取り組みが今も引き継がれてずっと前に進んでいるということです。私のプレゼンテーションを以上といたします。ご清聴ありがとうございました。ご質問があればよろしくお願いします。どうもありがとうございました。Thank you very much. それでは、ただいまのご説明に関しまして、皆様から、ご質問をいただければというふうに思います。先ほどのフローでですね、ご意見、コメントがあったら、挙手、もしくは、プレートをなっていただき、リモートで参加されている方は、発言する旨を、本に書いていただければと思います。どなたかいらっしゃいますか。今のこれ訳してもいいですか。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、今私から最初にご質問したいと思います。So I would like to ask a question. I'm the chair of the committee. とても貴重でかつ分かりやすく興味深いご発表をどうもありがとうございました。First of all, thank you very much for a very detailed and easy to understand and very valuable and interesting presentation. ネットゼロシナリオについて教えていただければと思います。And I have a question regarding net zero scenario. ご指摘の通り、革新的な技術がの分野に入らないとネットゼロには近づかないということだと思いますけれども、その技術が入るタイミングとか、それから条件、例えばコストがここまで下がったら入るとか、そういったようなことは、このシナリオの検討の際にどのように、考えていらっしゃるのでしょうか。As you aptly mentioned, it is important to have innovative technologies in order to reach net zero situation. I wonder how you considered in putting together net zero scenario things such as the timing of adoption of these innovative technologies and also necessary conditions for implementation of these technologies. For example, to what extent the costs of these technologies have to come down? Did you consider this in the net zero scenario? 最後の方でトランジションの話がちょうど出てたんですけど、例えば2030年から50年の間に G7 を中心にこうした技術が入るとなりますと、そのコストは最終製品の方に転嫁されるということを考えてもよろしいのでしょうか。シナリオでしょうか。And toward the end of your presentation, you briefly mentioned a transition to net zero, and centering around G7 countries between 2030 to 2050, this technology will be adopted and deployed. And in that sense, in that case, in that context, did you assume in your scenario that these technology-related costs will be passed on to the price of final products? その場合にはおそらく、他の分野における省エネとか、もしくは経済活動にインパクトが出るかなと思ったので、この質問をさせていただきました。よろしくお願いします。And in that case, I assume that that would require energy efficiency in other areas, and also that would cause impact on economic activities. That is why I asked this question. Thank you. Thank you for the question. To first answer on the timing question for the innovative technologies, the response is yes, that we account for this in our scenario. So we look at, we are tracking closely the different projects and looking at if they're at demonstration phase and when it's announced that they would be ready to
be deployed in the market, and we take that into account in the scenario for when they can be deployed. And we assume that as soon as they are ready on the market, they could have some initial slower early deployment, but then rapidly accelerate a few years after. はい、1つ目の質問にお答えしたいと思います。まず、このような革新的な技術が採用されるタイミングについてですけれども、そういうことをシナリオできちんと検討したかどうか、答えはイエスということになります。というのは、いろいろなプロジェクトが発表されますが、それを私たちきちんとトラッキングしておりまして、それがいつその実証段階に入るのかとか、その技術がいつもマーケットに出すことができるのかというような発表をきちんとトラッキングをしておりますので、私たちのシナリオの中ではそのようなことをきちんと考慮いたしました。で、その中で私たちが技術が一旦もうレディーになって準備が整って使えるということになった場合には、初期の段階では数年間はちょっとスローな採用になるということを想定しており、その後数年経った後にはその技術が非常に急速に導入され始めるということを想定してシナリオを作っています。And on the question about cost, yes, there's a higher cost for these innovative technologies, particularly initially. There's what some call a green premium. And this is actually why it's so important that there's policy supports to help address the green premium and cover the additional risks of these new technologies. We do expect that over time, the costs will decline with technology learning, and also the gap will decline because policy support will help bridge the difference in cost with the higher emitting technologies. But even in the long term, these technologies might be more expensive, so it is important that policies support them. And also there is, in our scenario, the assumption of pass-through to the final consumer. And the good news there is that actually by the time, because material costs are a lower proportion of total product costs, the price increase for the final consumer is only on the order of 1, 2, or maximum 5% of a cost increase. So it seems that is something that perhaps could be covered by the markets as long as there's the necessary mechanisms to pass through the cost. 次にコストを転嫁したかどうかという質問に対してですけれども、その答えもイエスということになります。このような革新的な技術は確かによりコストは高いものになりますし、特に初期の段階では、いわゆるグリーンプレミアムというのがあって、コストが上がってしまいます。だからこそ、このグリーンプレミアムに対応するための政策的なサポートが必要になってきます。そしてまた新しい技術ですので、リスクも伴いますので、それらをカバーするための政策的な支援が必要になります。しかし、徐々にテクノロジーが学習されていくにつれて、コストも下がってきますし、また、高排出量の既存の技術とのコスト差というものも政策支援でもって、そのギャップ、コスト差というものも削減してくるというふうに思います。確かに初期の段階では、コストがやはり高いので、政策的な支援が必要です。私たちのシェアにおいては、最終製品にその価格を転嫁するということを想定しておりますけれども、幸いなことに、最終製品のコストに占める、原材料のコストというのは非常に少ない部分でしかないので、最終的に消費者に対して影響を及ぼすのは 1%、2%、あるいは 5% ぐらいでしかないというふうに思います。したがって、コスト転嫁のきちんとしたメカニズムさえあれば、そういうふうな 1-5% の上昇分というのは、マーケットがカバーできる、手当てしてくれるものだと思います。I hope that answers the question, but please let me know if anything was not clear. Yeah, thank you very much. さあ、他にコメントどうございますか？ご質問と。どうもありがとうございます。17年知らず17年知らずに、一番下の方にデリケーションで
チェーンオブコスティティというのと、グレインガイダンスというんですけれども、今日のご発表は、すみません。あ、これですね。二開発によって CO2、GHG を減らしたというのがメインだと思っていましたけれども、ここの10枚目のスライドの最後のチェーンオブコスティのルールを作るというと、グレーのガイダンスを作るという部分が若干技術開発とは違うかなと思います。で、そのあたりの IEA のポジションというんですか、政策というんですか、それについて少しお話しいただければと思います。Thank you very much. I have a question on what is written on page 10 of your presentation materials. Toward the bottom, you talk about chain of custody rules and claims guidance. And in the beginning, I thought technology development is necessary in order to reduce CO2 emissions. However, these two points, chain of custody rules and claims guidance, they have little to do with technology development. Therefore, I would appreciate it if you can clarify IEA's position or IEA's policy concerning chain of custody and claims guidance. Thank you. Thank you for the question. I think it's important to note that these aspects are not something that we have done a specific analysis on, that they're outside of the work that we did for the G7 in 2022 and 2023. And so this figure is just showing that they're also important parts of the standards landscape. This said, we think it's an area that we can continue discussing with governments and other stakeholders. はい、どうも質問ありがとうございました。まず申し上げなければならないのは、今おっしゃった点というのは、私たちが具体的にその分析をしたものではないということで、私たちが2022年から23年にかけて、G7 のために取り組んだ作業の範囲の外にある分野であります。とは言っても、これがスタンダードの話に出てきておりますので、スタンダードを考えるときに重要な部分であるということは確かなんです。そういう意味においては、今後とも政府やその他のステークホルダー、関係者などとも、これらの点について引き続き議論はしていきたいなと思っています。追加の質問ですけれども、グレインガイダンスを IEA として発行する計画があるのか、単純な質問です。I have a simple follow-up question. Does IEA intend to issue claims guidance going forward? At this moment, we don't have a specific plan to issue this. The only place where we have a small comment on this is we're developing principles for definitions, and we understand from stakeholders that in particular for near zero emission recognition that it would be important for this to be a physical chain of custody or a physical performance level, but that there could be more flexibility for a low emissions type of designation. But at this time, we think that it is a bit more the work of standardization bodies to go into the very details of claims guidance. はい、今の段階ではそれを発行するという具体的な計画は IEA は持っておりません。唯一これについて私たちが行ったコメントというのは、小さなものなんですけれども、この原則と定義について、発表をした部分に少し出ているだけです。しかし、ステークホルダーとしては、ネットゼロの取り組みをしていくために、物理的なチェーンオブカストディが必要である、また物理的な性能
のレベルが必要であるというふうに求めていますけれども、一方、低排出のデジグネーション指定については、より柔軟性を求めていると思っています。今後は標準化設定機関などともクレンズガイダンスについては、より詳細に議論をする取り組みが必要になると思います。はい、ありがとうございました。Thank you very much. 秋元委員よろしくお願いします。秋元。ありがとうございました。2点あります。1点目は、先ほど、おそらくおっしゃられたのは、価格転嫁というところで、コストの上昇というのはわずかだとおっしゃられたのは、おそらく私の理解だと、例えば自動車製品になった時の、価格としては、1、2% とか、それぐらいだということをおっしゃったと思うんですけども、鉄自体の価格は結構このグリーン鉄というか、例えば水素直接還元製鉄なんかでは相当価格は上がるはずで、そうしたときに、先ほどの分析では世界の中で G7 とそれ以外と分けられて、G7 の方が先に対策を取るというシナリオになってたと思うんですけども、7ページ目、典型的ですかね。そこの時に、どうしても鉄としてのカーボンリーケージ、G7 からその他国にリーケージが起こるリスクがあると思うんですけども、そのあたりをこの中ではどう見られ、このシナリオなんかでどう読み込まれているのかということを1点目教えていただきたいと思います。Thank you very much. I have two questions. Firstly, when you talked about the price pass-through earlier, you said cost increase is quite small. And my understanding from your explanation is that in the final finished products, say vehicles, cost increase would be only 1 to 2%. And however, if you look at the price change of iron, the steel product itself, namely green steel, I think if you use a hydrogen direct reduction method, for instance, the price of green steel will go up significantly. So according to your analysis on page 7, you say G7 moves a lot faster compared to the rest of the world in your scenario. So in this case, we also have to consider there could be a carbon leakage from G7 countries to other countries. In your scenario, such a carbon leakage has been read in or incorporated in your scenario? Yes, thank you for the question. In our scenario, we assume that measures are put in place to prevent carbon leakage. And our scenario isn't prescriptive in exactly what those measures would be, but this is where it's particularly important for governments in countries that are moving faster, like the G7, to have the necessary mechanisms in place, whether this be, for example, green public procurement to help support their steel producers, or there could be other policies like carbon contracts for difference, other regulatory policies that help to ensure that there's a buyer for the lower and near zero emission steel, and to ensure that there isn't carbon leakage. So it is a challenge, but we think that through strong policy and international cooperation, it can be possible. はい、どうも質問ありがとうございました。このシナリオにおいては、私たちはカーボンリーケージを防ぐようなきちんとしたメカニズムが導入されるということを前提に置いています。でも私たちのシナリオというのは非常に具体的に構成を合わせようと言っているものではないので、そのための防止措置を具体的に提唱しているものではありません。しかし、G7 などより早く進展していく
スの政府については、このようなカーボンリーケージを防止するためのメカニズムを導入していく必要があると思います。それは一つにはグリーン公共調達であったり、それでメーカーをサポートしているとか、あるいはカーボンコントラクトをこれまでと違うようなものにするとか、ニアゼロ、ネットゼロの製品を買う人に対して、を支援するための規制を作るとか、そういうことによってカーボンリーケージを防いでいくというメカニズムが必要になってくると思います。それは非常に難しいチャレンジであるということは認識しておりますけれども、国際協力と非常に強い政策があれば可能であると考えます。ありがとうございます。もう一点だけすみません。5ページ目で、ネットゼロエミッションのシナリオで、おっしゃられたのは、マテリアルエフィシェンシーの改善をかなり織り込んでるというふうにおっしゃったと思うんですけども、他のシナリオと比べて、要は、これ結構、生産量が横ばいっぽくなっていて、一般的な見通しよりももう少しフラットだと思うんですけど、マテリアルエフィシェンシーの改善をどれぐらい織り込まれているのかっていうことを、例えば、ステップスシナリオとの比較でどれぐらい織り込まれているのかってことについて、もし数字が分かれば教えていただけます。Thank you very much. I would like to have a second question as well. Going back to page 5 of your presentation material, you said that there will be a significant material efficiency gain in the future, and that is assumed in your scenario. However, compared to other scenarios, it seems that this steel production level or output level is flatter compared to more general estimates, in my view. So if we have a numbers in comparison to step scenario, for example, how much material efficiency do you assume in your scenario? Yes, so it is correct that there's very strong material efficiency, and this is really across the value chains and assumed to occur everywhere globally. And I believe it's approximately 20 to 25% reduction in demand by 2050 relative to our stated policy scenario. So it is quite ambitious and means that demand is overall lower than some other scenarios. At the same time, there's some stakeholders who think we could push material efficiency even further. So our view is that this takes a good balance to be ambitious but still realistic on material efficiency. はい、ありがとうございます。このかなり強いマテリアルエフィシエンシーというのを想定しています。おっしゃる通りです。それは世界のあらゆるところで、またバリューチェーン全体にわたって、そのようなエフィシエンシーがあるということを想定しております。例えば、このステップシナリオに比べて、2050年までに20% ないし 25% の需要の削減があるというのは非常に野心的であります。そういう意味で、他のシナリオに比べると私たちが想定している需要はより低いものにはなっております。でも中には、ステークホルダーの中には、もっとこのマテリアルエフィシエンシーを強く打ち出すべきであると、それが可能であるというふうに言っている人たちもおりますので、そういうことを考えると、現実的でもあり、また野心も保っているということで、非常にバランスが取れているシナリオだと思っています。ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございます。他ありますか？私から、失礼ですか。何のかな、これは。6枚目ですかね。2050年でどういう技術が入るかっていうことなんですが、2030年と比べると、非常に楽観的、楽観的なシナリオになっているように思います。というのは、2030年にコンベンショナルの技術が半分ぐらいあって、20年の間にほとんどなくなるというのは、なんか楽観的すぎるかなというふうに思います。
で、ここの新しい技術が入るというタイミング、制約がですね、鉄の技術が制約になっていったのが解放されるのか、それとも新しい技術として、電気とか水素とかいうものが入ってくるわけですが、その制約が2030年以降に解かれるのかと。どちらがその制約になっているんですか？すみません。I have a question regarding page 6. You assume that there will be a variety of technology to be deployed in 2050, but compared to 2030, I think this 2050 estimate is quite optimistic. Because as of 2030, about half of methodology used is conventional technology. So within 20 years of time, from 2030 to 2050, these conventional technologies will be near zero. That seems to be quite optimistic to me. So when we consider the timing of new technology implementation, which is more of the constraints, meaning that steel-related technologies are now being constrained, and those constraints will be relieved. That's why we have such scenario toward 2050, or new technologies such as electrolysis and hydrogen. These will be introduced at scale in the future. That means that these technology, electrolysis or hydrogen, they are now serving as constraints for the deployment of new technology. Which kind of technologies are now being constraints? So yes, this scenario is very ambitious, and the reason for this scenario being so ambitious is because this is the goal that many governments have made, is to keep global warming below 1.5 degrees. So this is a normative scenario that requires the energy transition to happen by 2050. So we ensure that this occurs in this scenario. We also have other scenarios where the transition occurs a bit slower. And so we look at when the technologies are ready, and we do see that some projects, particularly for hydrogen-based production, are planning to be market ready in the next 1, 2, or 3 years. So these could start to be deployed already. And then it's very important after that any new plants that are built will be with new technologies that are low emission, or that have the capability to be transitioned before their lifetime is over to near zero emission technologies, because otherwise then we will have emissions lock-in or stranded investment. So it is very rapid, and this is why it really requires already today and in the next, in this decade, really strong efforts so that it is possible by 2050. で、おっしゃる通り、このシナリオは非常に野心的になっています。それには理由があります。それはいろいろな国の政府が設定している目標だからです。つまり、地球の温度上昇を 1.5 度以下に抑えるというその目標ですけれども、それは非常に膨大な野心的なシナリオにならざるを得ません。2050年までにエネルギー移行をしなければならないわけです。で、それを起こすということ、それが起こるということを担保したシナリオがこれですけれども、もちろんその移行がもっと緩やかに起こるというような他のシナリオも存在はしておりますが、このシナリオはとても野心的になっています。で、その技術が使うことが準備ができた段階、特に水素のプロジェクトなどについては、一旦マーケットに出すことができる準備ができたならば、
そうできるタイミングというのが、これから1年ないし3年のうちではやってくると思うので、そうするとかなり早く導入されることになります。で、あと、新しい製造施設を作るときに、プラントを作るときに、新しい低排出技術を技術を使ったプラントにするとか、また、新しいニアゼロ、ネットゼロに、その新しい施設の寿命が終わる前に、新しい技術に移行ができるような、そのプラントっていうのが必要になってきます。そうでなければ、古い技術をロックインしてしまうことになるし、さらにその座礁資産という座礁投資というものが生まれてしまうからです。そういう意味では2050年にこれを達成していくためには今後10年間が非常に大きな努力がいる期間だというふうに思います。ディマイさん、どうも丁寧にご質問を答えていただきましてありがとうございます。本日は本当にありがとうございました。Thank you very much for answering the questions in very thorough way. Thank you for your cooperation. Thank you. ありがとうございました。それではここでですね、イングル教授から一言ご挨拶いただけますか。すみません、皆さん、制度局長の一匹でございます。途中からの参加で申し訳ございません。委員の先生方、オブザーバーの皆様も、どうもありがとうございます。平野さんも非常に分かりやすいプレゼンテーションありがとうございました。最初に多分、趣旨説明はあったと思うんですが、経済部全体からすると、カーボンニュートラルを進めていくために、やっぱこの鉄の問題をどういうふうに解決していくかというのは非常に大きな問題だと思ってまして、鉄の方々からすると非常に大きな投資をしなきゃいけない、決断をしなきゃいけないということですし、技術的にも非常に大きなチャレンジですので、研究開発とか、キャペックスとか、オペックスとか、いろんな形で政府は支援するわけですけど、やっぱり最後、どういう値段で需要家の方に買っていただけるのかっていう、ところで、他にもETS とか、先ほどティアニーさんからあった時間が経つとコストが下がっていくので、どの程度のスピードで進んでいくのか、鉄の業界の方からすると、非常に決まっていない連立方程式の中で、判断をしていくような状態になっていると思いますので、そういった意味で、このグリーン鉄のマーケットを作っていくというのは非常に大事な取り組みだと思ってまして、1%、2%、5% は結構な影響でないかなと僕は思ってるんですが、この上で、未来をずっと政府側が古着みたいなものを出してサポートしていく世界っていうふうにはしたくはないんですが、どうしてもトランジッションの時期というのはいろんなことを考えていかなきゃいけないと思いますので、今日議論があった、まずきちんとメジャーメントをしっかり作っていくっていうこと、それからこれは需要家の方と、鉄の業界の方と両方にお伺いをしなきゃいけないわけですけど、実際のところどういうコストがかかっていくのかっていうことと、それから逆に消費者に転嫁していけるのがどれくらいのスピードでこうやっていけるのか、でそのために政府側はいろんな理解を得ていかなきゃいけないし、トランジットの時期は制度的なこととか、支援制度的なこととか、いろんなことを考えていかなきゃいけないと思いますので、とにかく我々はカーボンニュートラルを実現するっていうだけでなくて、需要家も鉄の業界も両方とも産業競争力をきちんと維持強化するということが、我々にとっての、目標というか、ゴールですので、そういった意味で、見通しも多分今日の議論にもありますけど、いろんな、議論があると思いますが、リアリスティックにきちんと考えていくと。立ち止まって、時々できちんとチェックをしていくということはですね、スピードの見通しも、今日の議論にもありましたけど、いろいろ違うと思いますので、
そういった方針で、いろんなことを考えていきたいと思いますので、皆さんからぜひ負担のない、インプット、それから政府は本当にこれもっとちゃんとやってくれなきゃ困るということは、はっきりぜひおっしゃっていただければと思いますので、そういう形で次回以降また、皆さんからご意見をいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上で本日予定していただいているような終了でとなります。議事進行ということの評価したいと思います。はい、本日の議事につきましては、案外記載で必須させていただきますので、ご覧のほどよろしくお願いいたします。次回開催につきましては、手順よりご覧いたします。それでは、第1回 Gx 推進のためのグリーン鉄研究会が終了いたします。